はい、今回は、受け身攻めについて解説します。受け身攻めというのはですね、相手が受け身取った時にどう攻めるといいのか悪いのかというのを簡単に、ざっくりですが説明していきたいなと思います。受け身攻めって、この受け身に対して、どういうふうに攻めていくかってことなんですけど、これをじゃあ簡単に順を追って説明していきます。受け身攻めの基本なんですが、もう本当基本的には投げと中段攻撃の2択なんですが、受け身攻めならではの2択として、普段なら成立しない、要は普段の立ち合いだと2択になりづらい技っていうのがあるんですけど、それらが2択として成立する状況が結構あります。でそれはどんな感じかっていうとですね、例えばこうやって浮かします。浮かした時にこの古木ですね、これ発生が23とかで非常に発生が遅い技なんですが、ちゃんと技を打つことによって、こうですね、こんな感じで打つことによって、相手はこの古木に対して、打撃で割り込むことができません。で、この古木って技はガードさせて有利な技なんですが、こんな感じで、普段だったら、発生が遅すぎて2択として使わない技でも、受け身攻めに限っては、2択技として成立していくので、こういう技を起点に、受け身攻めを取っていくのが基本になります。で、この受け身攻めに関してなんですが、受け身攻めって、私の中でなんですけれども、大きく分けて2パターンあります。で、1つは、もうその置き攻めで一気にダメージを奪ってしまう、要は奪いに行くですかね、奪いに行く置き攻め。もう1つは、技自体は、受け身攻めで使う技自体は大技ではないんですが、その後の流れを重視した、攻めですね。置き攻め。この2種類があります。で、それがどんな感じかっていうのを、すごくざっくりとやって、この後ちょっとやってみます。まずは、ダメージを奪いに行く置き攻めとはどういうものかっていうのをまずやります。まず何かしらの技でダウンを取ります。で、アキラだと、こういう技ですね。砲撃とか、こういう一発で、そこそこダメージが取れる技っていうのが、私の中では、ダメージを取りに行く置き攻めという価値観で動いてます。で、もう一つですね、大ダメージを捨てて、流れを重視する置き攻めとはじゃあどういうものかというのをこれからやります。先ほど浮かした後受け身に砲撃を重ねたんですが、これをリモンにします。こんな感じで重ねて薬砲を打つみたいな感じで、リモンが当たった後っていうのは薬砲が割り込めません。で、これはリモン自体のダメージは小さいんですが、その後の薬砲、この展開の早い中で薬砲を打つことによって、相手にとっては結構厳しい2択になります。要は展開が早くなるのでそうなるんですけれども、それでもし相手が暴れたりすると薬砲がカウンターで当たって、全体の3分の1のダメージ、3分の1ぐらいですね、ダメージを与えることができるので、期待値を取るというか流れを取るというか、その後の展開次第では大ダメージを取りに行く置き攻めよりも、ダメージを奪える可能性がある置き攻めで、これが流れを重視する置き攻めと、私は、定義しています。こんな感じで、置き攻めを使い分けると、例えばですけれども、自分が体力すげえ負けてて、相手がいっぱい体力残ってる状況とか、この時って、さっきみたいに砲撃を重ねても、結局ある程度のダメージを取っただけで、相手は、別に痛くもなんともない、さらにダウンができて、さらに仕切り直しができるという状況になってしまうんですけど、これを、さっきのリモン重ねですね。リモンを打スタートの置き攻めにすることによって、リモンは相手ダウンしないんで、その後の展開によっては、先ほど説明した通り、砲撃以上の大ダメージを取れる可能性があります。で、相手からしてみると、やっぱりなんていうんですかね、早い展開で気がついたら大ダメージを取られてる。要はダウンできない状態になるっていうのが相手としては非常に、嫌がることなので、状況に応じて、自分が勝ってる負けてる、そこら辺の状況をしっかり見て、この2種類の置き攻めを使い分けれると、いいんじゃないかなと思います。で、置き攻めに関しては、
どの技でダウン取ったか、要はどの技当てた後に受け身攻めに行ったかとか、あとキャラクターとかの、技性能とかにも結構依存するので、この技だったらこういう置き攻めができる、あの技だったらこういう置き攻めができるみたいな感じで、もうしっかりなんていうかセットプレーってわけじゃないですけど、この技だったらここまで置き攻めができるみたいなのをしっかり自分が使ってるキャラで打てる技を把握できていれば、さらに効率よく置き攻めができるんじゃないかなと思うんで、そこはちょっと各キャラ頑張って覚えてみてください。次はですね、ちょっと高等技術になるんですが、受け身攻めでですね、技を避けられないタイミングでね、技を重ねるというテクニックがあります。で、これはですね、受け身の、簡単に言いますと、受け身の終了間際にタイミングよく技を重ねることによって、相手はガードすることしかできない状態があるんで、そこにしっかり技を重ねることによって、相手はもう立ちガードするか技を食らうかしかできない状態になります。で、これがどういうタイミングになるかっていうのは、以前ちょっと動画で公開させてもらった、4次元目のですね、受け身についてっていう部分を動画を見てもらえると、わかるかと思いますんで、説明は、省略します。この状態を利用することによって、この避けられない状態ですね。これを利用することによって、直線技と投げで、完全2択になります。で、この置き攻めって、非常に強力です。で、どんな感じになるかっていうのを、ちょっとやってみます。こんな感じで、直線技だけど避けれないタイミングで、これ技重ねてみたんですけれども、これをやることによって直線技なんですが、実質全回転と同じ扱いになります。これは重なってるから避けれないから、直線技でも全回転と同じ性能を持ってるみたいなイメージで考えてくれればいいです。この技重ねが、なぜ強いかっていう理由なんですけれども、避けに対しては、全回転を打てばいいんじゃないかっていうところ、思うかもしれないんですけれども、全回転っていうのは基本的に、上段とかだったら確定ない技もあるんですけど、中段と下段って基本的に確定技が大体ついてるものが多いです。ジャッキーであればミドルスピンが肘角だったりとか、ジャッキーの 1KG だったら、ガードされたら膝角だったりとかして、やっぱりその避けを狙う分リスクが高めに設定されています。で、この、直線技を避けれないタイミングで重ねると、直線技っていうのは基本的に確定がない技が多いので、ガードされた時のリスクを考えると、もう圧倒的にやっぱりそのガードされて確定反撃がないっていうのは大事なことなので、この何ていうんですか、直線打撃を、肘とかダッシュハンマーキックとかを重ねるっていうのが、すごく大事ですね。置き攻めも、避けれないという意味ではやっぱすごく強力な上に確定反撃もやっぱもらわないっていうのはリスク軽減の行動としてはもうすごくいいことなので、これはちょっと頑張って、タイミング掴んで、どのキャラでもできる技があると思うので、練習してみてください。次はですね、受け身に技を重ねることによって、強制的に側面状態になる状況があるので、それを説明していきます。こんな感じで、うまく、この受け身に技を重ねると、側面ガードをさせることができます。で、この側面ガードになる状況ってじゃあどういう時かっていうと、全種類ちょっと把握してるわけじゃないんですけれども、すごく大雑把に言うと、仰向け、足敵側、このダウンですね。一般的な、普通のダウン状態なんですけども、このダウン以外の時に受け身を相手が取って、それに綺麗に技を、避けられないタイミングで重ねると、側面状態を取ることができます。こうやって、技
技を重ねて側面状態になった時っていうのは、その重ねる技にもよるんですけど、有利を継続させることが結構できます。で、このアキラの、この古木重ねと言われているテクニックなんですが、これとかをガードさせてとてつもないプラスフレームがあります。今プラス13って出てたんですけれども、こういうのを利用すると、側面ガードを刺して、そのままさらに攻めを継続することができます。流れ的に例えばこんな感じです。こんな感じで、側面状態を維持して強力な攻めをすることが可能なんで、さっきも言いましたように、側面取れる状況っていうのは、覚えて、あとはキャラによって重ねやすい技、重ねにくい技ってあると思うんですが、そこら辺もちょっと自分で探してもらって、こういう側面ガードをさせる組み立てというのを作っていくと、結構強力な置き攻めになるんで、これもちょっと練習してみてください。最後に、ちょっとこれ注意事項なんですが、この受け身を取る際に、その場受け身を取ってしまうと、これはちょっと受け身取る側の話になっちゃうんですけれども、その場受け身を取っちゃうと、技が確定してしまう状況があります。で、それどういうものかっていうと、こういう感じです。これですね。これウルフのスプリーフックだってその場受け身してガードをずっと押してるんですけど、確定するタイミングがあります。これガードを押してます。こんな感じで、この切りもみですっ飛んでいった時に、その場受け身しちゃうと、うまく技を重ねられると、技が確定してしまうポイントがあるので、もし、この吹っ飛び方した時は、その場受け身しないように気をつけるようにしてください。受け身攻めに関しては、以上となります。ありがとうございました。